下地はいつもと変わらないのでクッションファンデから塗っていこうと思います。最近ちょっとジンマシンみたいなのができちゃって、ちょっと肌の治安はあんまりよろしくない感じですね。クッションファンデはこちらのオアドのポーセリン1番。このクッションファンデは2色展開になっていて、もう一つニュートラルがあります。普段はブラシでのせたりするんですけど、今日はちょっとパフでのせていきます。でもオアドのパフはすごいもちもちなので、かなり密着力が高くて塗りやすくて、パフもすごいお気に入りです。こんな感じで、こっちがビフォーでアフターなんですけど、セミマットではあるんですけど、こうつるんと肌を見せてくれる感じで、こちらは肌質問わず使えるんですけど、特に混合肌の方におすすめです。私かなり肌が薄いんですけど、やっぱパフでのせちゃうと厚塗り感が出ちゃうんですね。でもこれは薄く均一についてくれるので、何回か重ね塗りしても厚塗り感出ないっていうのが特に私はお気に入りです。ポイントとしては、パフにムラにならないような感じで全体的に染み込ませてから、時間がない時は私そのままポンポンしちゃいますけど、一旦こうオフしてから塗るとさらに薄付きになります。やっぱり普通のパフより厚めな感じがするので、一回こうポンってつけると、その後割とずっと色づきがいいというか、鼻はこう滑らせるような感じで、細かいところは塗りにくいので、こういうブラシでちょっとなじませてます。やっぱこの眼球周りは濃くつけたくないので、伸ばしてつけるぐらいですね。こんな感じで、赤みは完璧には消えないけど、本当に仕上がりが綺麗なんですよね。程よいツヤ感とカバー力というか、今回ちょっとニキビっていうよりかは毛脳炎みたいな大きいのができちゃったのであれですけど、私的にはかなり好みの仕上がりですね。私このオアドはクリームチークが好きでよく使ってたんですけど、このクッションファンデも最近かなりお気に入りで使う頻度高いです。で色もね、私的にちょうどいいんですよね。明るすぎない感じで。これまだコンシーラーとか何もしてないんですけど、こんな感じで。パッケージがオアドといえばミラーになってるので、鏡ない時とかこれでメイクできるっていう。シルバー大好きなので、このパッケージも好きです。いつもシェーディングをここに入れるんですけど、最近のやり方があって、いつもこんな感じで紹介したい商品をまとめて、コンシーラーはコンシーラーっていう感じでジップロックに入れて、マストで紹介したい色はこんな感じでテープ貼ってます。こちらのオアドのコンシーラーがあるんですね。肌の治安が悪くて、この辺フェイスラインはそんなに今は荒れてないんですけど、この辺が荒れちゃう時とかカバーしたい時あるじゃないですか。でもシェーディング入れたいみたいな、そういう時にちょっとこういう濃いめの色を一旦シェーディング代わりに入れるんですね。でそうするとカバーもできるし、自然な陰影がつけられるので、シェーディングがうまくできないっていう方いると思うんですけど、そういう方はシェーディングじゃなくてちょっと濃いめのコンシーラーでこう軽くフェイスラインに入れてあげるといいと思います。こちらはオアドの23番なんですけど、このコンシーラーもめちゃくちゃカラバリがあって、どの色を使うか迷うぐらい、どの色も肌なじみが良くて、中顔面を短くしたい人はこういう顎に濃いめのシャドウを入れる。シェーディングだとなんか若干ヒゲに見えちゃったりとか、なじませるの難しいと思うんですけど、こういうコンシーラーとかだと自然にできるので、チークとかでもいいんですけど、若干暗めのコンシーラーはかなり使いやすいです。こんな感じで。そしたら私はクマが結構あるので、クマを隠したいんですけど、これはサーモンっていう色コツコツデュオリンゴで最近韓国語を勉強してるんですけど、ハングルはゆっくりならちょっと読めるようになってきました。これは普通コンシーラーってチップみたいな感じだと思うんですけど、これはですねブラシなんですね。こんな感じでブラシになってるのですごい使いやすくて、でも目元はよれやすいので一旦落とした方がよれづらいと思います。この色は若干オレンジ味が入ってるから、クマをいい感じに消してくれるんです。
ょっとトントンなじませます。一回こうオレンジ色を塗ってから明るめのコンシーラーだったりとかチークを重ねてクマを私は飛ばしてます。でこれのロージライトっていう明るめの色があるんですね。こんな感じで全然違いますよね。でこれをちょっとハイライト代わりに置いていきます。大体こんな感じで、別にちょっと雑ではあるんですけど、優しく最初は指でトントンして、ここにものせてもいいんですけど、このコンシーラーはファンデーションとかが剥げないのがすごく良くて、結構コンシーラーのせるとファンデーションだったりベースが崩れちゃうことがあるんですけど、これはそんなこともなく、ちょっとこの手に取ったやつでニキビのとこちょんちょんして、今日は新しくワードのパフを持ってきたので、フィンガーパフで細かいところをなじませていきます。このフィンガーパフもすごく使いやすくて、でなんとワードのコンシーラーはコンシーラーにしては珍しいと思うんですけど SPF30 入ってて、紫外線をカットしてくれるっていう効果もあって密着力高くて、リキッドのコンシーラーって結構カバー力が低いし、いい意味でナチュラルだったりするんですけど、それこそちょっと物足りなさが私は感じるんですけど、これはご覧の通りくすみとかクマとかカバーしてくれて、カバー力と発色と密着力がかなり高いです。その上から22番ヌードっていう色を、かなり肌なじみがいい色なので、ちょっとでもニキビの凹凸感を消すために若干重ねてなじませます。このコンシーラーは私最近の中で一番お気に入りですね。こんな感じで割とっていうかだいぶ目立たなくなったんじゃないかなと思います。逆に肌の治安が悪かったので分かりやすいかも。凹凸感がないやつだったらかなりカバーしてくれると思います。これは前から紹介しているニワイスのリキッドコントゥアブラシの、今回はイエベブラウンを使っていきます。これも一旦手の方に出してから、ベースの量とかで調節してるので、がっつりシェーディングとかをそこまで入れなくても、陰影はもう多少ついてるんですけど、私はちょっとシェーディングが好きなのでシェーディングはマストですね。この色も肌なじみがすごく良くて大好きで愛用しております。こんな感じでちょっとぼかします。私割と指とブラシ両方使っていつもなじませてます。このシェーディングだけでもかなり、全然違うので、シェーディング大好きなんですよね。こんな感じでできたらチークを塗っていきます。私のインスタではもう過去に紹介したことがあって、こちらのオワードのクリームチークなんですけど、パッケージもシルバーですっごく可愛くて、こちらのチークはプライマーとチークが融合した独特なテクスチャーになっていて、なんかムースのようなクリームのような感じのテクスチャー、こんな感じでかなり肌に密着してくれるし、毛穴とか肌の凹凸を滑らかにしてくれるチークです。15色もあって、今回もどの色を使おうかめちゃくちゃ迷ったんですけど、私は割と最近9番がお気に入りなので9番を使っていきますね。ヌードローズっていう色で、ちなみにこちらに小窓みたいなのがついてるんですけど、これでチークの残量がわかるっていうユニークな発想。ちょっとハート下手くそですけど、色がとにかく可愛いんです。こんな感じで素早くぼかしていきます。これもファンデーションが剥げづらいというか、ベースが寄りにくいのがすごい私はお気に入りで、こんな感じで1回塗っただけでもかなり発色してくれるし、ムラになりにくくて、塗るとサラッとした仕上がりになります。でいつもは目の下とかに横長に入れるんですけど、今日はちょっと丸く入れてみました。ちょっとここに吹き出物があるとやりづらいんですけど、このままポンポンしてもいいし、私はもうめんどくさい時はこ
こに直接つけてこうポンポンしちゃってます。なんかポンって置いてちょっとぼかすような感じでいつも塗り広げてます。これ1色でも可愛いし、濃い色を中心にのせて周りを薄い色にしても可愛いし、濃く見せたいところだけこうちょっと重ね塗りしてます。でこれはチークだけじゃなくて、アイメイクにも使えるし、リップにも使えるし、結構万能に使えるチークです。ちょっと鼻にも、いつもはちょっと上目にのせるんですけど、今日は下目にチークを入れてみました。ちょっと顎にも。このヌードローズはベージュ味もあって、この色めちゃくちゃ可愛いんですよね。一旦こんな感じで、こちらのメイクアップフォーエバーのファンデーションをちょっと眉毛とかテカりやすいところにのせます。境目とか。眉毛がラブライナーのアイブロウペンシルのキャメルブラウン。一旦ちょっと眉毛を整えて、毛の足りないところを描き出していきます。ちょっといつもより長めに描いてます。薄眉メーカーで色を抜いていきます。スナイデルビューティーのこちらの4番、まずこちらの色で下まぶたにも同じ色を入れていきます。そしたらこちらの色で二重幅にのせます。でこちらのラメでこんな感じになったら、パーフェクトダイアリーのこちらの色で涙袋をかけます。このキングダムのマスカラ使っていきます。久々に使います。下まつげも塗っていきます。そしたらこのラブライナーのアイライナーのブラックでちょっと寝違えちゃって、首がめちゃくちゃ今日痛くて上が向けないんですけど、そしたらこちらのローリー・ビンクのアイライナーでアイライナーをかけます。ちなみに今日のこのコンタクトはオーレンズのレインブラックってやつです。イヴ・サンローランのアイライナーの11番。そしたら1番も可愛いので1番も重ねていきます。そしたらこちらのフォワードのリップペンシル、こちらの1番でこれはこんな感じで後ろにブラシがついてるのでぼかしやすくて、出先とかでも手が汚れなくていいですよね。こちらのリップライナーはどれもサイドが高すぎず低すぎず、すごく肌なじみも良くて使いやすい色ばっかりで可愛いです。これはこんな感じで涙袋だったりこうノーズシャドウにも使えます。フォワードのリップ&チークの14番。ジュディ・ドールのこの辺を使ってシェーディングをさしていきます。ディオールのハイライトのこの色でさっ
きの9番をちょっと鼻に。一旦メイクが完成したので髪の毛を直してこようと思います。はい、そんな感じで今日はオアドさんと一緒にこのようなローズピンクを使ったメイクをやってみました。本当に発色もすごく可愛いので是非使ってみてください。はい、では最後まで見てくださった方ありがとうございました。